だからかすみは犯人じゃないってば。疑われるのはあんまりいい気持ちではないよね。そうだよ、台車だけでそんな。落ち着きなさい。平常心を保つのですよ。混乱はさらなる混乱を招きます。犯人でなければ堂々としていればいいのです。そうだね。落ち着いて。ご飯食べないと落ち着けないよ。あらら、大丈夫？お姉さんの顔を食べますか？そんな冗談言ってる場合じゃないでしょ。いいわ、この感覚。ゾクゾクしちゃうわね。騒がしいレディーたちだな。なんでもいいからさ、さっさと話し合いなよ。もうお家に帰って寝たいよ。これは皆さん雷警報ですね。でも何話せばいいか私わかんないよ。大曽根ちゃん泣いちゃってるよ。自分が思うことを話せばいいのよ。洗いざらい全てさらけ出せばいい。そう、丸裸にするのよ。これは一人ずつ発言を聞くなんて悠長なことは言ってられないのかもしれないね。こんな言い合いの中どうしろと。藤森さんの集中力の高さならきっと彼女たちの発言から突破口を見つけることができるはずだよ。それがたとえ無数の言葉の銃弾が飛び交う戦場だとしてもね。さすがにそれは買いかぶりな気がしますけど。過剰にでも背中を押してあげる方が人はやる気を出すからね。台車を使えたら犯人なんかじゃないわよ。そもそも台車は今回の事件に関係があるの？見せるために台車はもしかしたらさっきの夜ののに誰も声を上げなかった理由はない。誰が使ったか分かれば使われた可能性の方が高いし、今すぐたたられるわクロちゃんはよ。さっさと吐いた方が楽になるわよ。事件の前にも捜査の時にもお姉さんは女子更衣室に行ってないですよね。六道大事の時代を聞こえたぞ。その通りだよ。男子更衣室には小窓はあるけど人が通れるサイズでもないし。あら、じゃあ不可能じゃん。違うよ氷室さん、不可能なんかじゃないんだ。なんで？だって男子更衣室には一歩も入れないでしょ。校則にもそう書いてあるし、校則違反をした時点で存在を消されてしまうしね。確かに女子にサイジ君を背負ったりして中に運ぶことは不可能だよ。氷室さんの言う通り校則違反になってしまうからね。それじゃあどうやってサイサイを男子更衣室に入れたんですかね。今の時点で導き出せる可能性が一つあるんだ。ここであの台車の話が出るってことね。みことちゃんはもう分かってるの？猿でもわかるわよ。猿ですって。かすみは分かってるからかすみのことじゃないわね。いつきさんの言う通りあの台車を使えば女子にもサイジ君を男子更衣室のあの場所に運ぶことができるんだ。これだ。例えば台車にロープをくくりつけてサイジ君を乗せる。そしてその台車を押して
室内のロッカーに近づいたところで思いっきり引っ張ればサイジ君だけがあの場所に取り残される。つまりテーブルクロス引きみたいな感じかな。そうだね、手法としては近いかな。そしてこの方法なら女子にもあの犯行現場を作ることが可能になる。そうだよね、あの日夜時間に校内を出歩いていた出雲かすみさん。出雲ちゃんが？確かに夜時間で歩いていたというのは出雲さん自身の口から聞いた情報ですしね。ああ、鮫島ちゃんを目撃したって言っていたあの時ね。待ちなさいよ。夜時間に外に出てたからって何が悪いのよ。お前同じ理由で俺を責めてたじゃんかよ。上司にも犯行が可能ってんならお前だって十分に怪しいじゃねえか。自分の疑いをそらすためにミスター鮫島に罪をかぶせようとした。ま、それもありか。行動としてはクールじゃないがな。ああ、もう犯人決まった？おいおい、てめえ議論する気あんのか？俺は最初からその女が怪しいと思ってたかな。たまりなさいよ、この毒され雑巾人形。待ってよ、僕の友達を悪く言うのはやめてよ。そして余計な話をするのもやめてくれないかな。出雲さん、あなたがやってないとおっしゃるなら周りを納得させるための行動をしてくれませんか？まずは落ち着きましょう。冷静になるための深呼吸です。これは深呼吸ってより過呼吸だね。ロープといえば凶器セットにも入っていたよな。でもかすみだけじゃないじゃない。あの凶器セットはあなたたちにも配られたでしょ。じゃあ出雲さんが外に出ていた夜時間、鮫島くん以外に誰か見た？鮫島だけよ。その後は少しだけ遊んですぐ帰ったし。それはつまり体育館の方へと向かう鮫島くんは見たけど帰ってくる鮫島くんは見てないってことかな。そうよ、一応早く寝ないと食堂の集合に間に合わないし。出雲ちゃんもそこは気にするんだね。それなら鮫島くんの方は誰か見てないの？見てねえよ、出雲も他の誰かもな。ま、見てたら疑われた時点で弁明するよな。それじゃあ怪しいのはかすみだけですね。どうしてみんなかすみのこと信じてくれないの？それだから聖女は嫌いなのよ。たたられるわよ。疑いを晴らしたいのなら自分の言葉で話す。さっきから何度も繰り返されてることでしょ。たたろうが何だろうがしてもいいけど余計な手間を取らせないでさっさとしてくれない？そんな脅迫じみた言い方もどうかと思いますが。言うわよ。言うからいじめないでよ。愛のないいじめはただのいじめよ。またややこしいことになりそうだぜ。あれ、とっととそいつの弁明を聞こうじゃねえか。女子に可能な方法といえば今はこれしか思い浮かばないし。でも犯行に台車が関係しているならありえない話じゃないよね。そうかな。まあもう一度話し合ってみればわかると思うよ。その方法は本当に可能だったかどうかをね。分かってんなら教えてあげれば？そういういつきさんもすでに分かっているようだけど。
樹さんは随分と俺のことを嫌っているようだね。俺はあくまで藤森さんの助手だからね。出しゃばるような真似はしないさ。そんな淀川さんのように頭も良くないのに。いや藤森さん、君なら大丈夫さ。すぐにわかるよ。男子更衣室はあの部屋の広さだが、台車を使うこの方法なら三井出雲にも可能だろうな。確かに霞は夜時間外に出たけど体育館には行ってないし、そもそも台車のことだって知らなかったわよ。犯人って大体知らないって言うよね。だから違うって言ってるじゃないのよ。ロープといえば凶器セットにも入っていましたよね。そのロープを台車にくくりつけて使ったんだよな。使ってないわよ。そもそも凶器セットのロープってそこまで長くなかったじゃない。それに賛成だ。そうだ、足りないんだ。足りない？もっと欲しいってことかしら？いいわ、たっぷり愛して喜ばせてあげるわよ。そうじゃなくって凶器セットに入ったロープの長さじゃ台車にくくりつけてもロッカーまで届かないんじゃないかな。そうなのか？その通り。凶器の話をした時にも触れたけど、凶器セットの中に入っていたロープはそんなに長さがなかったんだ。だけど男子更衣室の入り口からロッカーまでの距離はこのロープの2倍以上あるんだよ。だからどう工夫しようがこの手法では六道くんをロッカーへ運ぶことはできないっていうことさ。他のロープを使ったってことはねえの？ロープくらい探せばどこにでもあんだろ。さっきも言ったけれど、捜査中学園の開放されている施設はほとんどのあったわ。結論だけ言えば紐状のものは他にもあったけれど、どれを使ってもあのロッカーまでには届かないと思う。埃をかぶってて使用された形跡もなかったし、つなぎ合わせてというのもないでしょうね。それじゃあこの方法自体が不可能ということですね。およよー、雲行きが怪しくなってきました。いやー、この方法がダメってことはさ、振り出しってことじゃんか。確かに他の方法が思いつかなければそうなりますね。また初めっからかよ。めんどくせえな。じゃあ六道を殺すことができるやつなんて一人もいないってことか？真相は闇の中ってこったな。そんな困るよ。犯人見つけなきゃみんな死んじゃうんでしょ。そうよ、別の切り口を見つけなきゃ。それとも少々手荒な手段に出た方がいいかしら？待ってよみんな、落ち着いて。それじゃあ藤森ちゃんは他の何かを見つけたのかい？これだ。更衣室の入り口から西樹くんを放り入れたんじゃないかな。は？藤森さん、あなた自分が何を言っているのか分かっているのですか？だから更衣室の入り口から西樹くんを。いえ、そこは聞こえていましたが。いや無理だろ。そんなゴリラみたいな方法誰がするんだよ。いねえだろ。六道くんの打撲痕だね。
サイジ君の後頭部には血が滲むほどの打撲痕があったんだ。モノドラファイルには記載されてなかったけれど、それは多分死亡後にできた傷だからだと思う。死因に関わらないから記載がないってことね。その可能性がより一層高まるからこそ、藤森さんの言ったことも完全には否定できないよね。なるほど。この打撲痕が私たちを新しい道へと開発してくれるってわけね。かすみは六道なんて投げれないわよ。運動だってそんなに得意じゃないのよ。出雲さんのように筋力が人並み以下ならさておき、六道くんは男子の中でも高身長な方だしね。普通の女性の力なら難しいかもしれない。そう、普通ならね。その言い方、お前にはもう分かってんのか？六道をぶん投げたっつう犯人をよ。何？もう分かっとって言うのかよ。それならもったいぶらないで早く教えてよ。そうか。舞子ちゃん、君がサイジ君をあのロッカーへ投げ入れたんじゃないのかな。え？はあ、マイマイが投げたんですか？あの人ならいつかはやると思ってました。待ってよ、どうして私になるの？あなたを女として見てないってことじゃない？違うよ。誤解を招くちゃちゃは入れないでくれるかな。神楽さんの超高校級の才能が根拠かな。ミス神楽の才能？そう、舞子ちゃんの才能は超高校級のダンサーなんだよ。でもよ、それが何だってんだ。ダンスなんかで人を投げれるか？あんた、ほんとバカね。ダンスをするためには、それなりの体力と筋力が必要でしょ。料理を作るって流れになった時、私は彼女に手を引かれたけど、かなりの力だったわ。私も腕っぷしにはそれなりに自信があるのだけど、あれくらいの力があるなら、男一人ぶん投げるのも難しくないかもね。そんな、確かにダンスのためにトレーニングはしてるよ。サイジ君を担ぐことだって不可能じゃないと思うけど、それだけで私を犯人だっていうのはおかしいよ。確かに、ただ女子で力が強いからといって神楽さんを犯人だと仮定するには少々材料不足かもしれません。それとも藤森さんは他に何か気になることもあるのでしょうか？あるよ。あるのか？それじゃあその気になることっていうのを聞かせてよ。君のその声で。僕が舞子ちゃんを疑う別の理由は、これだ。舞子ちゃん、体中に怪我してたよね。怪我？そういえば、乙女の肌には不似合いの絆創膏が体の至るところに貼られているな。その怪我、どうしたんですか？これはダンスの練習中に転んでって歩夢くんにも言ったよね。確かに舞子ちゃんからはそう聞いたけど、今は、それは六道が殺される前に抵抗してできた傷なんじゃないかって、藤森は疑ってんのよ。その反応、歩夢くん、本当に私を疑ってるんだね。僕は慈悲なんかかけないで。一瞬の抵抗が自分自身を殺すことにもなり得るわよ。だから仲良しごっこなんてしない方が良かったのよ。
僕は、後悔なんて、してない。舞子ちゃんと仲良くなったことも、サイジ君や、他のみんなと仲良くなったことも、僕は、こんな思いをするなら、仲良くならなきゃよかったなんて、思わない。歩夢くん。だからこそ、突き止めてみせる。被害者のサイジ君の思いも、犯人の思いも、全部、解明してみせるよ。うん。そっか。歩夢くんは、強い人だね。え？それでも、私は、自分が犯人でないことを証明してみせるよ。こいつ、絆創膏を。ほら、よく見て。これが、昨日の夜できた傷だよ。擦り傷のような、引っかき傷のような。転んでできた傷だと言われれば、そう見えるし、抵抗されてできた傷だと言われたら、そうとも見えるな。歩夢くんは、どっちだと思う？わからない。わからないって。見ただけじゃわからないから、もう少し話を聞いてもいいかな。うん、いいよ。何が聞きたいの？舞子ちゃんの、その傷ができるまでの流れを教えてほしい。わかった。話すよ。私が昨晩、何をしてたかを。